これで隣のご隠居さんからこんなもん預かっちゃった。1週間ぐらい旅してくるからって水やるの忘れないでくれって頼まれちゃったんですよ。でもね、なんか盆栽って年寄りの趣味って感じしません？まあ私なんか盆は盆でもトロンボンの方が性に合ってると思うんですがね。東京銀座には盆栽の専門店がオープン。ディスプレイも現代的です。今やオフィスの緑も盆栽。おしゃれなデザインショップにもやはり盆栽。若い女性の中にはマンションのベランダで自ら盆栽を育てる人も増えています。長い歴史を誇る盆栽は今緑のアートとして再び脚光を浴びているのです。樹齢1000年の松、その姿から清流と呼ばれます。盆栽では樹齢と関係なく古さを感じさせる木を古色があると言います。まるで竜の鱗のような幹肌は古色そのものです。白いところはすでに枯れています。腐ることなく白く残った幹は仏の骨を意味するシャリと呼ばれ珍重されています。清流は見る者を龍が生きた古の世界へと誘う古色の名木です。古い木は人が手入れすることで一層古色を増していきます。枯れた幹や枝は放っておくとその多くが腐ってしまいます。盆栽職人はまず汚れた部分を丁寧に取り除きます。白く美しいシャリに変えるための作業です。硫黄を混ぜた液体で木を守り、少しずつシャリを作っていきます。茶色いところは生きている幹。水を吸う水水と呼ばれ、枯れたシャリを引き立てます。この枝一つにとっても、細い枝ですけども、ここにシャリがあって、でここに水水があって、この、水水とシャリと、これが一体になってこう動いて落ちていると、生と死じゃないですけれどもね、一体になっていると。この枝一つ見ても非常に魅力のある枝ではないかと思います。日本一の松と呼ばれる名木、日暮。樹齢は450年。しかしそれをはるかに超えた古色を漂わせています。歴代の名だたる職人が丹精込めて時代とともに古色を育んできました。なるほど、古色ね。この松樹齢70年だそうです。まあ年から見たら私とそう大差ないんですけれども、どうですこの渋み。幹は細いけれども肌はなんかいい味出してると思いません？
一本の木に歴史を見るか。盆栽って奥が深いもんなんですね。江戸時代の初めに作られた盆栽図屏風。我々が盆栽で求めるのは大木とか老樹とかそういうふうなものを一本の木で森や林を表現しようとするから、それで小宇宙を表現してるなんていう盆栽でよく言われるね。一本の木で日本の景色を表現してるとか山水の姿だとかっていうようなところまで追求していくんじゃないですか。風景が、私子供の頃横浜の海に近いところで育ったんですけどね、海岸の岩場にこれと同じ松が生えていたんです。浜辺に寝っ転がると気持ちよくてね。ほら、波の音まで聞こえてきました。いや私もついに盆栽を買ってしまいました。イワシデという木なんだそうです。樹齢35年。ご覧ください。この新芽がみずみずしいじゃないですか。そうだ、これの脇役はやっぱりこれだね。飾りのテーマは青春です。ちょうどこの木が生まれた頃、私はトロンボーン抱えて仲間たちと日本国中動き回っておりました。それがいつの間にかコメディアンになってしまいました。つまり音楽的才能がなかったというならば盆栽。盆栽。課長。